皆さんこんにちは、かすみです。今日は2023年買ってよかったものベスト10を紹介していこうと思います。もう2024年も1月が終わろうとしているんですが、そういえば去年買ってよかったものの動画を作ってなかったなと思ったので、今更なんですが2023年の買ってよかったものを10個選んでみました。もしよかったら今年のお買い物にお役立てください。まず1つ目はこちら。これはマリーゴールドの敏感肌用グローブです。これは洗い物をする時用に購入しました。実は数年前から手のひらにかぶれができてしまって、洗い物をすると痒くなっちゃうので、洗い物用のゴム手袋を購入したいなと思ってたんですね。で、最初は100円くらいの安いゴム手袋を使ってたんですけど、実家の方に置いてきてしまって、でもう一回自分用に購入しようと思って探してたらこれを見つけました。これのいいところはゴム手袋なのに全然ベタつかないところです。ゴム手袋って普通使った後干してたりすると手袋同士がくっついちゃったりベタベタすることが多いと思うんですけど、これは全然そんなことがなくて、ずっと表面がサラサラしてるんですよ。それがすごく使いやすいなと思ったのと、あと厚みがそんなにないので、結構素手で洗っている感覚に近い感覚で洗い物ができて、とっても気に入ってます。あと手首から上の部分も結構長さがあるので、今日みたいな服だったら袖をまくらなくてもこんな感じで服の上から装着することができて、服が汚れないようになってます。あと内側がこんな感じでサラサラした素材になってるので、つけてて手が蒸れることもないし、すごくつけ心地がいいです。1個だけ難点があるとすれば、価格が結構高いところですね。これ1個で600円700円くらいしちゃうので、買ってすぐに包丁とかで穴を開けちゃうと結構ショックを受けるんですけれど、丁寧にゴム手袋を使えるのであれば、こういうちょっといい手袋を買って置いておくのはいいんじゃないかなと私は思っています。ちなみにサイズ展開は S から L まであります。で、私は敏感肌用なんですけど、その他にもいろんな掃除用とか洗い物専用とか分けてあるので、皆さんの用途に合ったゴム手袋が見つかるんじゃないかなと思います。続いてはこちら。これはマルジューの金網です。これはこの下の部分がセラミックになっていて、これをガスコンロの上とか、あとこういったコロナストーブの上なんかに置いて、上で食材が焼けるっていう網です。で、これはもうほんと去年はたくさんお世話になって、お餅を焼いたり食パンとか魚も焼いたりしていました。これのいいところはやっぱり金網で焼いたものはすごく美味しく感じるのと、私は今までは魚焼きグリルを使っていろいろ焼いてたんですけど、どうしても蓋を閉めてしまうので焼いてることを忘れてめちゃくちゃ焦がしてたんですよ。なんですが、この金網だったらコンロの上で焼くので焼いてることを忘れることがなくて、逆に焦がさなくなりました。魚焼きグリルとかトースターを持ってない人にはすごくおすすめだと思います。で、ちょっと一つ気をつけてほしいのは、このセラミックの部分がめちゃくちゃ高温になるんですよ。自動火力調節機能がついてるガスコンロで焼いてると、すぐにこの温度が検知されてしまって火が弱くなっちゃったり火が消えちゃったりするんですね。で、それで困ったなって思ったら、焼く前に一回このセラミック部分を水拭きしてあげると、すぐに温度が上がらないようになるので長い時間焼くことができます。なので、もしこれを買ったけどすぐ火が消えちゃって困るなって思っている方は、水拭きしてから焼いてみてください。続いてはこちら。これはアデリアレトロのグラスたちです。去年の3月頃にヤシの実洗剤さんとのコラボキャンペーンに当たっ
ってこちらの2つのグラスをいただいたんですけど、これがあまりにも可愛くて気に入ってしまったので追加で購入してしまいました。私はこの2つはクリームソーダを作る時に使ったりしていて、でこっちはグラデーションが綺麗な飲み物、抹茶オレとかバタービールとかを作る時に使ったりしていて、でこれはお水とかお茶とか飲むのに使ったり、あと毎日薬を飲むのでその時のコップとしても活躍してます。アデリアレトロさんはアデリアが昔作っていたレトログラスを復刻させて今も生産している会社さんで、ヴィンテージ品と今作られているものを見分けるために今製造されているものにはこのグラスの内側にアデリアレトロの隠れロゴが入ってるんですよ。それを見つけるのが結構楽しくて、いやアデリアレトロさんすごい遊び心のある会社なんだなって思いました。1個注意点としてはアデリアレトロのグラスは耐熱ガラスではないので、今飲みたい温かい飲み物とかはこれでは飲めないんですけど、これから暖かい時期になって冷たい飲み物が美味しくなった時期にぜひ使ってほしいなと思います。続いてはこちら、これは無印良品の平ざるです。これは去年本当にたくさん使いました。ちょっと野菜を洗いたい時とか、ちょっと切った野菜をどけておきたい時とか、あとはそうめんとかお蕎麦を茹でた時の盛り付けに使っていました。ざるってよく使う割にめちゃくちゃでかいから取り出しづらいし洗いにくいし干す時も場所を取るしってすっごい扱いづらいなと思ってたんですが、この平ざるだったらお皿と同じような感覚で気軽に使うことができてすごく重宝してます。でちゃんと底の部分に突起がついているので衛生的に使うこともできてポイントが高いなと思いました。ざるにしては結構値段は張るんですけど、絶対に元を取れるくらいたくさん使えるので、これから一人暮らしする人とか狭いキッチンで料理をしている人とかにはこれぜひ手に取ってほしいなと思います。続いてはこちら、これは IKEA のステンレスの包丁です。実は IKEA での買い物は去年が初めてで、IKEA で買い物する前におすすめ品ってあるのかなと思って調べたところ、このステンレス包丁がめちゃくちゃいいとのことだったので買ってきました。確か2000円ちょっととか3000円しないくらいの値段で買えるんですけど、帰ってきて使ってみたらめちゃくちゃ切れ味が良くってびっくりしました。なんかこのステンレスの素材が手術に使われているメスと同じ素材でできているらしくて、すごく切れ味がいいみたいです。今まで使ってたのは5000円くらいでホームセンターで買った割といいやつだったと思ってたんですけど、その包丁よりもはるかに切れ味が良くてびっくりしました。もっと早くに出会ってればよかったなと思います。しかもこの柄の部分まで全部ステンレスになってるので洗い物もすごくしやすいし、ここに重心が来ているからかすごく包丁が軽く感じます。で形もすごくスマートなので手の小さい私でもりんごの皮むきとかがすごくやりやすくていいなと思いました。これから一人暮らしを考えている方や包丁を新調したいなって考えている方はぜひ IKEA の包丁検討してほしいなと思います。次はこちら、これは富士ホーローのいちごキッチン朝型角容器3点セットです。これはホーローの容器になっていて、さらにそれぞれシリコンの蓋がついています。これは12月に買ったので、このちっちゃい2つはどうやって使おうかなって今考えてるとこなんですが、こっちの大きい容器の方はパンを焼くのにめちゃくちゃ使ってます。でホーロー容器ってすごく使い勝手が良くて匂いがつきづらいしオーブン調理が可能で直火も可能なんですよ。めちゃくちゃ強いので
私みたいにパンを焼くのにも使えるし、保存容器としても使えるし、あとはカレーとかシチューを保存しておいて、で食べたい時に直火で温めるなんてこともできるみたいです。さらにね、このデザインがものすごく可愛いんですよ。いちごの柄に赤い縁取りで、ものすごくあるだけでテンションが上がるので、可愛いキッチンを目指している方はぜひこれ買って使ってほしいなと思います。横の部分にこういう感じで名前を書く部分もついてるので、ホワイトボードとかで使うマジックとかだったら、ここに何が入ってるかとか、いつ作ったのかみたいなのをメモして保存したりとかもできるみたいです。1個だけ教訓として、ホーロー容器は電子レンジは使えないんですよ。一回ここで焼いたパンを次の日温めて食べようと思って電子レンジにかけたらすごいバチバチバチみたいな、ビビビビビみたいな音がして心配になって調べたら、ホーロー容器は電子レンジでは使えないっていう風にあったので、くれぐれも電子レンジで温めはしないようにしてください。続いてはこちら、これは IKEA のベッドトレイです。これは名前の通りトレイとしても使えるんですけど、裏側にこんな感じで足がついていて、でこれを開くと机になるっていうものになります。これはピクニック用に購入したんですが、お家の中でも大活躍で、最近だと朝起きた時にモーニングページっていう日記みたいなのを書いてるんですけど、ベッドから出たくないのでベッドの中でこれを使って日記を書いています。結構ベッドトレイっていろんな会社が出してるんですけど、個人的には IKEA のものが一番ぴったりだし、大きさとか高さもちょうどいいなって思っています。1個だけ注意点があるとすると、ベッドの上で飲み物飲むときは絶対にこのトレイの状態で持っていくことをおすすめします。1回ベッドの上で机の状態にして飲み物を置いといたら倒れてしまって大変なことになったので、絶対にね、ベッドで飲み物飲まないでほしいですけど飲みたいなって思ったらこのトレイの状態で使ってほしいなと思います。使い方さえ間違えなければめちゃくちゃ使えるので、ぜひ IKEA で見かけた時はチェックしてみてほしいなと思います。続いてはこちら、これはアンカーサウンドコアの Bluetooth スピーカーです。これはプレゼントでもらったものなんですが、とっても良かったので紹介させてください。私はいつも家でたくさん音楽を聴くんですが、普段はスピーカーを持ってなかったのでスマホで聴いてたんですね。でこれをもらってからつないで聴いてみたら、この小さいフォルムからは想像がつかないくらいめちゃくちゃ重厚感のある音が出てびっくりしました。なんというかすっごい迫力があって、ここはクラブかって思うくらいノリノリで聴ける感じですっごいいいです。でこれはワイヤレスなので充電をするんですけど、充電を1回するとなんと24時間使い続けることができるんですよこんなに小さいのに本当にパワフルでびっくりしました。でさらに防水機能がついているのでお風呂場で聴くこともできて、私はよくお風呂場に持って行って音楽を聴いたり映画を見ながら音をここにつなげて聴いています。でさらに言うとこれマイクもついてるんですよ。なのでお風呂場で聴いてる時とかに急に電話がかかってきてもこっちのスピーカーで出ることができるんですよ。本当にもう至れり尽くせりで重宝してます。私は家の中でよく使ってるんですけど、アウトドアとかキャンプに行ってる時とかにも活躍すると思いますし、お店の BGM とかをかけるのにこういうスピーカーが1台あるとすごく便利なんじゃないかなと思います。ぜひ気になる方はチェックしてみてください。次はこちら、これは無印良品のスリッパたちです。
私は去年から実はスリッパを履くようになったんですよ。で今までは裸足で生活するのが楽でいいなと思ってたんですけど、この2つはすっごい履き心地が良くて、もうこれなしでは生活できないなと思うようになってしまいました。夏場はこっちのいぐさのスリッパを使っていて、でこの底の部分がいぐさになっているので履き心地がすっごくサラサラしていて、さらに前開きになっているので足も蒸れなくって、すっごく暑い時期にはちょうどいいです。今の時期は売ってないと思うんですが、毎年夏になるとこのスリッパが販売されているので、今年もまた購入できると思います。でこっちのスリッパは、去年の秋に購入して、まだもしかしたら売っているかもしれません。フランネル素材で中はふわふわしたボアになっているので、履いていてとっても暖かいし履き心地もすごくいいです。さらにこっちの方は丸ごと洗うことができるので、衛生的に使い続けられるのがとても気に入っています。何よりこの赤いチェック柄がすごく可愛くて気に入ってますね。スリッパを買おうかなって考えている方は無印良品のスリッパぜひ試してほしいなと思います。そして最後はこちら、これは特別枠なんですが、優里さんのオーケストラアレンジアルバム「響く」というものです。これはどんなアルバムかというと、優里さんのこれまでの大ヒットソングスたち、ドライフラワーとかベテルギウスとかピーターパンとか、そういう大ヒットソングスたちをオーケストラアレンジに落とし込んで、さらにセルフカバーをされているっていう、そういうアルバムになります。で私は初回生産限定版を購入したんですが、どうしてこれを買ったかというと、もちろん優里さんの楽曲がすごくいいなと思ったので買ったのもあるんですが、なんとこの限定版についてくるミュージックビデオにエキストラ出演をさせていただいたんですね。それで仕上がった MV がどんな感じになっているのか気になって購入しました。ミュージックビデオはベテルギウスとビリミリオンの2曲が収録されていて、どんな映像かというと、優里さんとオーケストラの団員たちが湖の上で演奏している、歌っているっていう、そういうファンタジックで壮大な映像になっています。で実際に見てみたんですけど、もうめちゃくちゃ綺麗で感動しましたなんか撮影の段階でもうすでに、いやこれはすごいいい映像になりそうだなって思ってたんですけど、やっぱり完成品を見るとプロの映像は違うなってすっごく思いましたね。いや本当に貴重な経験をさせていただいて、ものすごく感謝をしています。ありがとうございます。この初回生産限定版はもう販売しているかわからないんですけど、全国の書店やオンラインショップで取り扱っているものなので、もし気になる方はチェックしてみてください。あとはこれが手に入らなくてもミュージックビデオのダイジェスト版が YouTube の方に上がっているので、どんな感じなのかなって気になる方はぜひ見てほしいし、楽曲もねすっごくいいものばかりなので、ぜひ CD でもいいしストリーミング配信でも聴いてほしいなと思います。個人的には自分も参加してきたベテルギウスがすっごくいいなと思っていて、特に最後のサビの進んでいくっていうところが行進曲みたいにちょっとスネアが効いているのがすごくいいなって思ってよく聴いてます。ぜひ優里さんの響く聴いてみてください。はい、いかがだったでしょうか。実際振り返ってみたらもう当たり前にあるっていうくらいめちゃくちゃ重宝しているものばかりだったなと思います。でいつもおすすめ品は楽天ルームの方にまとめてあるんですが、最近 Amazon の方でもおすすめ品のまとめページを作れるようになったので、気になる方はぜひ Amazon の方もチェックしてみてください。ここまで見ていただいてありがとうございました。かすみでした。